こんにちは、あつこです。今日は映画の君の名はを日本語能力検定試験 N4、N5 レベルの簡単な日本語で読んでいきます。このビデオの文章は映画のセリフをそのまま書いたものではありません。私がわかりやすい日本語で映画のあらすじを説明したものです。このビデオは3つに分かれています。1、キーワードの説明。2、物語文、あらすじ。3、映画の言葉の解説。CC 字幕をオンにしてお好みの言語を選択してね。それでは始めましょう。1、キーワード。入れ物。何かを入れるための道具や箱のこと。ずれる。場所や時間、ものが元のところとは少し違うところにあること。しようとする。何かをしたいと思って始めようとすること。天井、部屋などの上の部分。浴衣、夏に着る薄い着物。お風呂の後やお祭りの時に着ます。守る。人や大事なものを危ないことに合わないようにすること。信じる。本当だと思って疑わないこと。爆発。何かが急に大きな音を出して壊れること。火薬。火をつけて爆発させるためのもの。町役場。町の人のための仕事をするところ。市の場合は市役所。町や村の場合は町役場、村役場と言います。目を覚ます。眠っていた人が起きること。お互い。自分と相手のこと、またその両方の人のこと。姿。人や物を見た時のその形や様子のこと。変態。もともとは形や様子が変わることを言います。今は性的に普通と違う行動や考えをする人のことも言います。君。話をしている相手のこと。友達や目下の人に使うことが多いです。発電所。電気を作る場所。スクーター。バイクの仲間です。すれ違う。人や車などが違う方向から来て、お互いの横を通ること。2、物語文、あらすじ。滝はご神体への道を思い出しながら山を登っていきます。そこへ雨が降ってきました。雨はどんどん強くなっていきます。
とうとう滝は山の上に着きました。三葉と入れ替わっている時に見た景色が目の前に見えます。あった。本当にあった。夢じゃなかった。そして夢で見た川もありました。この川の向こうはあの世。そう思って滝は川を渡ります。滝はご神体のところへ行きます。滝はスマホのライトをつけて口上酒を探します。口上酒が入っている入れ物は何年もそこにあったように汚れていました。3年前の三葉と俺は入れ替わっていたのか。時間がずれていたのです。結び、もしもう一度時間を戻せるなら、滝は三葉の半分である口上酒を飲みます。でも何も起こりません。滝が立とうとしたとき、滑ってしまいました。その時、天井に描かれた水星の絵に気がつきました。あ、水星。絵の水星は二つに分かれて湖に向かっていました。そして滝がその絵を見ていると不思議なことが起こりました。水星の絵が動き始めたのです。水星は赤い紐のようになり、滝の手にある組紐とつながりました。滝はその紐につながった三葉の思い出の中へ入っていきました。あなたの名前は三葉よ。三葉が生まれた時のお母さんの声。妹の四葉が生まれたこと。お母さんの死。おばあちゃんとの生活。そして滝との入れ替わり。今頃二人は一緒か。三葉の声が聞こえます。そして、私ちょっと東京に行ってくるという三葉。おばあちゃんに髪を切ってもらう三葉。浴衣を着てお祭りへ行く三葉。三葉、そこにいちゃダメだ。彗星が落ちる前に町から逃げるんだ。三葉。滝が目を覚ますと、そこは三葉の部屋でした。また入れ替わりが起こったのです。三葉、生きてる。彗星が落ちるのは今夜です。みんなを助ける。滝は心に決めました。おはよう三葉。あら、あなたは三葉じゃないね。おばあちゃんは滝が三葉ではないことに気がつきました。私も昔誰かと入れ替わったことがあるよ。そう言っておばあちゃんは宮水家の不思議な力について話してくれました。滝は考えます。
宮水の人は彗星から町を守るために入れ替わる力を持っていたのかもしれない。滝はおばあちゃんに、今夜町に彗星が落ちてたくさんの人が死ぬと言います。でもおばあちゃんは信じてくれません。滝は学校へ行き、テッシーとさやちんに相談します。不思議な話が好きなテッシーはすぐに滝の話を信じてくれました。滝はテッシーと彗星からみんなを守る計画を立てます。テッシーがお父さんの会社から火薬を持ってきて発電所で火事を起こす。さやちんが学校の放送を町役場の放送につなげて町の人に高校へ逃げるように伝える。そして滝は三葉のお父さんの町長に話をして町長から町の人へ逃げるように言ってもらう。さやちんはその話を聞いて心配そうな顔をします。まだ滝の話を信じていなかったのです。テッシーはさやちんに説明します。糸守の湖がどうしてできたか知ってるか？ 1200 年前にあそこに彗星が落ちて湖ができたんだ。また同じことが起きるかもしれない。滝は急いで町長のところへ行きます。しかし町長は滝の話を全然信じてくれません。お前は頭がおかしいと言って病院へ電話をかけようとします。バカにするな。滝は怒って町長のネクタイを持ちながら大きな声で言いました。三葉、いや、お前は誰だ？町長はびっくりして言いました。残念ながら町長は滝の話を信じてくれませんでした。俺が三葉なら町長は信じてくれたのか？そう思いながら滝が歩いていると、お祭りへ行く約束をしている子供がいます。行っちゃダメだ。町から逃げて。という滝。子供たちはびっくりして逃げてしまいます。その時、お姉ちゃん、何してるの？妹の四葉が来ました。お姉ちゃん、昨日は急に東京に行くし、お姉ちゃん変だよ。え、東京？そこへテッシーとさやちんがやってきました。お父さんとの話はどうだった？と聞くテッシー。滝は返事をしないで何かを考えています。俺が三葉の体の中にいる。では、三葉は今どこにいるんだ？急に山の上を見る滝。テッシー、自転車貸して。え？計画はどうするんだ？準備をしておいてくれ。そう言って滝は自転車で山へ向かいました。その頃、三葉はご神体の中で目を覚ましました。私、滝くんになってる。
三葉は外へ出て、目の前の景色に驚きます。糸守町がありません。町が湖に沈んでいます。三葉はお祭りの時に見た彗星のことを思い出します。あの時、私、死んだの？一方、滝は自転車で山を登っています。山を登りながら、滝はとうとう思い出しました。昔、滝は電車の中で知らない女の子に名前を呼ばれたことがありました。滝くん、滝くん、覚えてない？誰お前？滝はその女の子が誰かわかりませんでした。女の子は滝の返事を聞いて悲しい顔をします。女の子が電車から降りるとき、滝は女の子の名前を聞きます。名前は三葉。そしてその子は髪を結んでいた組紐を滝に渡しました。そうだ、この組紐は三葉にもらったんだ。あの時お前は俺に会いに来たんだ。その時滝はまだ中学生でした。二人の時間はねじれていたのです。自転車は壊れてしまいました。それでも滝は山の上へ上へと登っていきます。三葉。滝は三葉の名前を大きな声で呼び続けます。あ、滝くん。滝の声が三葉に聞こえました。滝くん。三葉。声は聞こえるのに、お互いの姿は見えません。その時、日が沈み始めました。あ、片割れ時だ。あ、滝くん。三葉。片割れ時、人じゃないものに会うかもしれない不思議な時間に二人はやっと会えたのです。そしてその時、二人は自分の体に戻っていました。お前に会いに来たんだ。滝は言いました。でもどうやってここへ来たの？三葉が聞くと、滝は言いました。三葉の口紙酒を飲んだんだ。それを聞いて、三葉は顔を赤くして怒ります。え、あれを飲んだの？バカ、変態。でも、三葉は怒りながらも笑っていました。滝はずっと持っていた赤い組紐を三葉に渡します。今度は三葉がこれを持っていて。うん。三葉はその紐を髪につけて言いました。似合う？あ、まあ、悪くないな。かわいい三葉を見て、滝は恥ずかしそうに言いました。その時、空に彗星が見えました。あ、来た。三葉、やらなければいけないことがある。滝は三葉にテッシーたちとの計画を説明します。
大丈夫。きっとまだ間に合う。目が覚めても忘れないように、お互いの名前を手に書いておこう。滝はそう言って、三葉の手に何かを書きます。三葉も名前を書いて。うん。三葉は返事をします。しかしその時、ペンが落ちて、三葉の姿が消えました。片割れ時が終わったのです。滝は三葉の名前を忘れないように何回も言います。三葉、三葉、君の名前は？あれ？思い出せない。俺は誰に会いに来たんだ？大事な人、忘れたくない人。でも、思い出せない。一方で、三葉は町に向かって急いでいました。忘れない、忘れない。滝くん、君の名前は滝くん。三葉は発電所へ行きます。そこへテッシーがスクーターに乗ってきました。今までどこにいたんだ？ごめん、自転車壊しちゃった。と答える三葉。後で全部説明しろよ。そう言ってテッシーは空を見ます。彗星はどんどん糸守りに近づいてきます。あれが落ちるのか？落ちる。この目で見た。三葉が答えます。じゃあやるぞ。二人は発電所の鍵を壊し、そこへ火薬を置きます。帰り道、三葉はさやちんに電話をかけます。さやちんお願い。電気が消えたらすぐに放送を始めて。できるだけ何回も放送して。爆発が起こります。そして街の電気がどんどん消えていきました。発電所で火事が起こりました。皆さん、糸守高校へ逃げてください。一方、三葉とテッシーはお祭りの場所に着きました。みんな、逃げろ。火事だ。二人は町の人たちに大きな声で注意します。しかし、町の人たちは二人を信じてくれません。ダメだ。町役場が動かないと間に合わない。三葉、お父さんと話をしてくるんだ。うん。三葉は町役場へ急いで行きます。その頃、町役場は大騒ぎになっていました。この放送は誰がやっているんだ？と、町長。今、調べています。そして、この放送をしている場所が高校だとわかりました。高校だと？町長は驚きます。火事が起こりました。高校へ逃げてください。
さやちんは放送を続けていました。そこへ町役場の人が入ってきます。何やってるんだ。さやちんは怒られて放送を止められてしまいました。そして放送は町役場からの放送に変わります。火事の様子を確認しています。皆さん、その場で待って次の放送をお待ちください。町の人たちは困って言います。逃げなくていいの？どうなってるんだ？それでもテッシーは一生懸命に町の人たちに逃げてほしいと言っていました。お前、何やってるんだ。そこへテッシーのお父さんが来てテッシーを怒ります。すまない、ミツハ。ここまでだ。そう言って空を見たテッシー。その時、空で不思議なことが起こりました。美しい彗星が二つに割れたのです。あ、本当に割れてる。テッシーは驚いて大きな声を出しました。ミツハの言ったことは本当だったのです。その頃、ミツハは町役場への道を一生懸命走っていました。走りながらミツハは考えます。ねえ、あなたは誰なの？ミツハは大切な人の名前を思い出せないのです。忘れちゃいけない。忘れたくない。でも、名前が思い出せない。走りながら空を見ると彗星が見えました。あ、割れてる。ミツハは転んでしまいます。痛っ。体が痛くて動けません。その時、ミツハは少しだけ思い出しました。あの時、タキが名前を忘れないようにと、ミツハの手にペンで何かを書いてくれたことを。手を開くと、そこに書いてあったのは名前ではありませんでした。そこには好きだと書いてありました。これじゃあ名前がわからないよ。ミツハは泣きながら、でも笑って言いました。そして体を起こして言います。急がなきゃ。ミツハはまた走り始めました。町役場には祖母の一葉と妹の四葉もいました。二人は今朝からミツハの様子が普通ではないこと、そしてミツハは町に彗星が落ちると言っていることを町長に話しに来たのでした。町長が外を見ると、本当に彗星が二つに割れています。お父さん。そこへミツハが来ました。ミツハの服は汚れていて、怪我もしています。でも、ミツハの目はまっすぐに町長を見ています。ミツハの目を見た町長は言葉が出ませんでした。そして、お前は誰だとも聞きませんでした。町長はこのミツハが
本当の三葉だと分かったのです。お父さん、お願いがあるの。そういう三葉の顔は少し三葉の母の双葉に似ていました。三葉と話をした町長は放送室へ行きます。夜の空に見える彗星はとても美しく、夢の中の景色のようでした。でも、彗星の割れた片割れはまっすぐ糸守へ向かっていきます。滝は気がつくと山の上にいました。右手を見ると一本の線が書いてあります。なんでここにいるんだ？滝は何も思い出せませんでした。山の上で目が覚めたあの日から5年が過ぎました。大学生になった滝は電車に乗って外を見ていました。次は代々木、お出口は左側です。その時、駅のホームに髪に赤い紐をつけた女の人が見えました。滝は急いで電車を降ります。でも、その人は見つかりません。俺はずっと何かを、誰かを探していると滝は思います。滝は今、卒業後の仕事を探していました。たくさんの会社の面接を受けていますが、うまくいきません。面接の後、滝はカフェで友達の司と高木と就職の話をしていました。司も高木ももう就職する会社が決まっているようです。面接がうまくいかない滝の話を聞いて高木が言いました。スーツが似合わないからじゃないか。それを聞いて滝はちょっと怒ります。その時、奥寺先輩からメッセージが来ました。滝は司と高木と別れて奥寺先輩に会いに行きます。急にどうしたんですか？滝が聞くと、ちょっと仕事でこっちに来たの、と先輩は言います。二人で歩いていると、大きなテレビで彗星が落ちてから8年というニュースをやっていました。あの時、彗星は糸守町に落ちました。でも、誰も死にませんでした。とても不思議なことだとみんなが驚きました。昔、糸守まで行ったね。懐かしい。と奥寺先輩が言います。滝はあの頃なぜか糸守のことばかり調べていたことを思い出しました。今日はありがとう。滝くんも幸せを見つけてね。そう言った奥寺先輩の指には指輪が光っていました。俺の幸せ。俺は誰を探しているのだろう。
ある朝、自分の手を見る三葉。なぜかいつも手を見てしまいます。三葉はいつものように紙に組紐を結んで仕事へ行きます。三葉は電車の窓から外を見ていました。すると反対の電車に乗っている男の人と目が合いました。その時、三葉の心が大きく揺れました。男の人も驚いた顔でこっちを見ています。ずっと誰かを探していた。二人はすぐに電車を降りて一生懸命にお互いを探します。どうしてそんな気持ちになるのかわかりません。ただ、ただ会いたい。そう思うのです。探して、探して、滝は階段の上にいる三葉を見つけます。ゆっくりと滝は階段を登っていきます。三葉は静かに降りてきます。すれ違う。その時、滝が三葉に言いました。俺、君をどこかで。三葉も滝を見て言います。私もそう思っていました。そういう三葉は泣いています。そして二人はお互いの目を見ながら聞きました。君の名前は？ 3. 映画の言葉の解説。組紐の意味。三葉が滝に渡した組紐の模様は、実は糸守の湖と水星、そして片割れ時を表しています。組紐の表には真ん中に水色のところがあり、これは湖を表しています。その水色の中心には赤と白の模様があります。これはティアマト彗星を表しています。つまり湖に落ちる彗星を表しているのです。そして水色の周りにあるオレンジや赤の色は片割れ時を表しています。映画を見るときには組紐のデザインにも注目してみてくださいね。映画のタイトル、君の名はの丸について、映画のタイトル、君の名はには最後に丸がついています。この丸は日本語の文の終わりにつける記号で句点と言います。普通、君の名はと尋ねるときにはクエスチョンマークを使います。では、なぜこの映画ではクエスチョンマークではなく句点なのでしょうか。この句点が使われる理由にはいくつかの説がありますが、よく知られているのは句点が物語の終わりを表すという説です。映画の最後で滝と三葉はやっと再会し、
君の名前はと尋ねます。それまでのずっと誰かを探していた旅がそこで終わるのです。その終わりを静かに表すために句点が使われているのではないかと言われています。今日のビデオはいかがでしたか？あなたが楽しく日本語を勉強するお手伝いができていたら嬉しいです。今日も日本語を勉強してくれてありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。チャンネル登録といいねをしていただけるととても励みになります。単語などの解説のついたビデオと解説なしのお話だけのビデオもあるので、そちらもぜひ見てみてください。では、またね。